羽生、フィギエモンです。いつもご視聴、そして心に響くコメントを本当にありがとうございます。そしてコメントを書くまでしなかったとしても、この動画いいなと思ってご視聴していただいている皆様、本当にいつもありがとうございます。この感謝をね、今日はとにかく皆様へ最初に伝えたいと思ってお話しさせていただきました。今日は前回の動画、2021年世界選手権ストックホルムでの勝利への戦略、旧ソ連の秘策でお伝えした通り、曲がテーマの動画です。題して、音と戯れる究極の曲、天と地との秘密。ということで、徹底的に音楽について紐解いていこうじゃありませんか。すごい。いや、みんな望んでんのでやりますよ。ところで、昨日ね、ふとある方のブログを読んでみたら、羽生結弦選手のポスター4枚セットっていうのがね、これから発売されるっていうのを知ったんですよね。こんな感じで、すごいね、素敵なポスター4枚セットなんだそうです。販売詳細には、スポーツ日本新聞社は東京、大阪各本社版紙面で好評を博した全日本フィギュアスケート選手権での羽生結弦選手の大型紙面を再構成し、上質な紙に印刷。さらにほぼ2倍に大型化して発売します。と記載されていました。で、サイズがね、524.3mm×795mm っていうことなんですけど、なんかめちゃめちゃ大きくないですかね、これ。こんなね、大きいサイズで羽生選手を拝めて、しかもね、上質な紙ってわざわざ書いてあるんだから、お店に貼ってあるようなポスターってことなんだよね、と思って、一瞬ちょっとね、迷ったんですけど、ポチってしまいました。これ、ちょっとね、届いたら、皆様にご紹介しようと思いますので、楽しみにね、していただければと思います。さて、皆さんからのコメントでよくいただくのが、羽生結弦選手の演技は他の選手と違う何かを感じる。羽生選手の演技はとにかく特別です。そんな意見がね、とにかく多いんですよね。私自身も特に最近の中では天と地とのプログラムはすごいもの見ちゃったなーっていう感じが、半端なくあります。それってどうしてだと思いますか？とっても滑らかで甘くて。その通りです、羽生選手。っていうかね、そんな切なく可愛い声で言わないでほしいですね。みんなね、戸惑ってしまうじゃないですかね。もうこんな感じで、このチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートに関する話題をフィギエモン独自の視点でお話ししています。羽生結弦選手が大好きという方、フィギュアスケートが最近見れなくて寂しいっていう方は、ぜひチャンネル登録をして楽しんでいただければと思います。それにしてもね、具体的に何が羽生選手と他の選手がそんなに違うのでしょうか。その違いを私は4つの大枠で違いだと考えました。1、プログラム構成。2、衣装。3、音楽。4、実施。この4つの構成で羽生選手自らこだわり抜いて、それぞれのプロの技をね、盛り込みながら自分のエッセンスをそれぞれに振りかけていってるようなね、そんなことをしているので、すごいプログラムになってんじゃないかなって思いました。特に今日はこの中の音楽っていうところにフォーカスしてみると、羽生選手がどのように表現したいのかということが他の要素よりもね、鮮明に浮かび上がってくることになりました。それはフィギュアスケートという競技そのものの理由がまずあります。そもそもフィギュアスケートは音楽ありきのスポーツで、表情で音楽に合わせて滑るということが真髄なんですよね。加えて羽生選手は
音楽に対してもともと強いこだわりを持っていますよね。だからフィギュアスケートと音楽でどう表現したいのかという羽生選手の心が音楽だけで浮かび上がってくるんですね。ということで今日は羽生選手がこだわった天と地との音楽がどのようなエッセンスが振りかけられているのか、プログラムが出来上がっていったのかということを具体的に紐解いていきましょう。一番最初の新情報は羽生選手自身が天と地と新平家物語を合わせた曲でフリーをしたいという希望を羽生選手のプログラム音楽に以前から関わっている音響デザイナーの矢野圭一さんに伝えたということです。つまりね、曲自体は羽生選手がもともと全て決めていたっていうことですね。矢野さんは生命の音楽にも関わった方で、生命は33パターンぐらいね作ったとおっしゃってました。それに対して天と地とは18パターンを作られたそうです。いやー、これもうちょっと極めたいわ。こんな羽生選手の言葉からどんどん曲が変化していくのだそうです。この18パターンの最初のパターンでは新平家物語を冒頭に使って後半に天と地とにしたバージョンだったそうです。このね、最初のバージョンを作成したのが2020年の5月12日のことだったそうです。このね、デモを聞いた羽生選手から天と地とから始めたらどうなりますかっていうリクエストが来て、今の順序で曲が出来上がったというお話でした。結果的に天と地と新平家物語、天と地とという流れでつないでいってプログラム曲が仕上がりました。では羽生選手がなんでこの曲に決めたのか。まず一番こだわっていたのが琵琶の音だったそうです。琵琶にこだわった理由、それはまず琵琶の音の構造にあるのではないかと私は考えました。琵琶は4本の弦を弾いて演奏します。お気づきの方いらっしゃいますかね。そうです。羽生結弦の最後の文字が弦です。楽器の弦の音色は安定した音の高さと規則的な倍音を得ることができるのが特徴なんですよね。倍音って皆さん聞いたことありますか？よく歌をね、カラオケの採点システムで得点出して対抗する番組がありますよね。この中でカラオケの採点システムでは音程、リズム、ビブラートなどとともに倍音を機械的に判定しています。歌の世界では声で倍音を出せると人を感動させることができるって言われてるんですよね。代表的な倍音歌手は美空ひばりさん、宇多田ヒカルさんです。倍音とは簡単に言うと同時に2つ以上の音を奏でることを言います。この音は人間にとって非常に感動を呼ぶ音で、普通に話す声でもこの倍音が出せれば魅力的に聞こえることになります。そして弦の音は倍音を出すことが特徴なんですよね。そして琵琶は雅楽の中心楽器です。雅楽の中でも楽器のみの演奏を管弦と呼び、主に室内で演奏されるのだそうです。そう、またね、弦が出てきました。しかもね、室内ってスケートとつながってますます羽生選手と強いつながりをすごい感じちゃいますよね。はい。琵琶の音色を選んだというのは簡単に羽生選手のスケート個性と合うっていうこともあるでしょうけれども、琵琶は他の楽器に比べて音が伸びないっていう特徴があるように思います。バイオリンはね、ものすごく音が伸びますし響きますよね。それが西洋的な音楽の特徴と言えるかもしれません。琵琶は弦楽器ですが、打楽器のピアノのように短い響きというのが羽生選手はね、感覚的に選ばれたのかななんて思いました。そして矢野さんのインタビューで語られていたことなんですが、羽生選手は
参考曲は YouTube のものを送ってきたそうです。っていうことは、このチャンネルも見ているかもしれないですよね。いやー、もし見てくれてたなら、生きてて一番の喜びかもしれないですよね。羽生選手はあんまりね、ネットに関わってないって思ってたんで、このコメントをね、読んで、ちょっと私の心はざわついてしまいました。さて、琵琶の音色から天と地と新平家物語を選んだ羽生選手。そこからどのようにあのような感動的なプログラムに仕上げていったのでしょうか。矢野さんのインタビューで語られていたのが、曲の後半部分の4回転トーループオイラーで3回転サルコーの部分ですね。こちらの琴の音をもう少し大きくしてほしいっていう風にリクエストを受けたそうです。こうタラララタッ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 っていうところですね。ちょっとごめんなさい。あんまり音程が合ってないです。で、ここの部分、主のメロディーとなってる音ですね。ジャンプへの盛り上がり、それを片足をね、膝に乗せて前へかがんだポーズありますよね。あそこが終わったあたりからジャンプの15秒前から始まっていることになります。この部分に琴の音を乗せるのはちょっとね、難しかったそうなんですね。なので試行錯誤した結果、実際にはハープの音をオリジナルのメロディーを作って乗せたっていうことでした。この音楽を作る過程を知って、再度ね、天と地とのプログラムを細かくね、音楽をこう聴いてみると、なるほど、すごく盛り上がっている仕上がりになってるなって思いました。実際にプロトコルを見てみても、この3連続ジャンプの得点が一番高くて、音楽と実地の効果がものすごく出ていることがわかりますよね。さすが音響デザイナーっていう仕事かなっていうふうに思いました。演技だけでなく、素晴らしいジャンプの効果をプロの音楽効果で最大限に見せる。本当にね、すごい仕上がりです。かなり。そして羽生選手からはとても細かい注文がいろいろ入ったそうでした。最後のハイドロの部分とバレージャンプのジャーンっていう音ありますよね。あそこの音は羽生選手からもっと力強さが欲しいというリクエストをもらってシンバルの音を足しているのだそうです。そしてトリプルアクセルの後のコレオシークエンスはシンバルとともにチューブラベルという楽器も重ねているっていうことでした。この部分ね、かなり分かりづらくて何度も確認してやっと分かりました。チューブラベルという楽器はクラシックの打楽器の一つなんですけれども、和楽器よりも明るくてね、華やかな印象を与えることができる音なんだそうです。実際その部分が分かって注意深く聞いてみると、確かに華やかな印象を爽やかにね、こう広げているような印象の音でした。こんなに違うんですね。そうなんです。分からないような音でも、あるとないとではかなり違うことが分かります。そして最後のエンディング。ここは天と地との曲部分です。天と地との曲の最後はフェードアウトさせるように静かに終わります。でも羽生選手の最後に強い音、盛り上がりが欲しいという要望で琵琶の音を乗せたそうです。最後の音、ダダーンっていう音ですね。この音は天と地との原曲の中から琵琶の音を一つ一つ切り取って弾き伸ばしたりいろいろね変えて貼り付けたそうです。すごくね細かいリクエストだったんですけれども、細かいリクエストはこんな言葉だったそうです。琵琶の音がだんだん大きくなり、最後に強い琵琶の音で終わるように、このリクエストに応える形で最終的に最後エンディング部分はエコーをかけてね、余韻を持たせるこだまするような終わり方です。最初の両腕の十字ポーズは天と地との間に羽生結弦がいるという解釈だそうなので、最後ね両手を振り上げて天を仰ぐポーズで終わるっていうのは
天と地と羽生結弦が一体となってこの世の中のすべてが天となった、そういう意味なのでしょうか。もしねこの解釈が合ってるなら、羽生選手はこの世の天国を羽生結弦のプログラムによって作ろうとしているのかもしれないなっていうふうに思いました。すごい。この曲は天と地とという曲から戦いのイメージの曲ではありますけれども、戦い終わったところに天国を作るなんて、ちょっとねロマンティックな感じがしますよね。この天と地とのプログラム曲は2週間半で18バージョンを作り、5月29日に完成したそうです。実際の全日本選手権での演技では、最後の手を振り上げるポーズから手を下ろすまでの6秒32もの長い間を余韻というね形でプログラムの完成度を高めるための演出に使われています。最後のビワの音、この2音がね非常に生きたものとなってますよね。この終わり方のリクエストをここまで細かく指定しているっていうことは、プログラムができる前から羽生選手の頭の中でイメージがすでにあって、それを現実化していくっていう過程をたどっていたのだとわかります。私は今回曲についてかなり細かくね演技とインタビューを合わせて耳で理解するっていう作業をねしてきました。フィギュアスケートを観戦するっていう視点ではなくて、プログラムを作っていくっていう視点がね今までよりもより深く理解できたかななんて思いました。あなたも実際に演技を見て楽しむっていうことはもちろん気分良くて楽しいことなんですが、また違った視点でプログラムを再度見てみると面白いものが見えてくるかもしれません。音楽を作った方の意図、羽生選手の意図を音楽から汲み取ると、より深い感動へと誘ってくれるかもしれませんよね。私が一番感銘を受けたのは、羽生選手と矢野さんの3連続ジャンプまでの細かい部分の思いです。羽生選手はここで一番重要なジャンプを、最高の得点を、最高の興奮を届けようと思っている。矢野さんはその思いと音に最高にぴったりのものを作り上げていく。それがね、ハープのメロディーなんだなって思うと、本当に感慨深いものがあります。もう聞くまでね、まさかあの音がハープなんて分かりませんでしたし、曲と一体となった音量とメロディー、音響デザイナーってすごいなーっていうのもね、ちょっと初めて気づきましたよね。私も YouTube で動画を作っているので、音にはね、相当強い思い入れがあります。でも、あれだけクオリティの高い仕上がりのものを見せられると、まだまだだなぁ、私なんてちょっともっとこだわった方がいいのかしら、みたいなことを思ったりもします。今日からね、精進して音を作っていきたいなぁなんて思いました。頑張る。ということで、今日は音と戯れる究極の曲、天と地との秘密というテーマでお届けしてきました。いかがだったでしょうか？今、来月の世界選手権のために、羽生選手は鬼特訓の毎日だと思います。大好きなので。でしょうね。みんな知っています。ぜひ、ステイヘルシーで練習して、3月の世界選手権で素敵なプログラムを披露してほしいなと思います。頑張る。次の動画では、おはにゅう朝ラジオを配信予定です。おはにゅう朝ラジオでは、平日朝7時半から羽生選手のことを思って朝からウキッと元気になっちゃおうっていう趣旨の動画シリーズです。配信を忘れずに見たいっていう方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後に音と戯れるプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひげもんでした。
さようなら。